ラーメン店長さん。はい、そうです。あ、お名前は佐藤と言います。須藤さん。あ、はいそうですか。助っ人ですから。あ、助っ人ですか。助っ人ですから。今こういうこと言っていけないんですけど、助っ人外塾にいます。よろしくお願いします。はい、お名前は。ミカショ。あ、そうですか。おばちゃんがミカちゃんって言うんです。ミカちゃんの。どちらの国の方。ネパール。あ、ネパールの。で、こちらではどんな商品を出すんですラーメン、町田のラーメンをか。はい。出します。本物のカナダラーメン、要するに新東京ラーメンとか、はい新東京豚骨とかっていうやつ。なるほど。だからこれが本物のカナダラーメン。カナダラーメンって言って似ても似つかない名前だけカナダラーメンっていう店があるんだけど、そんなもんじゃない。俺だってカナダ沿いのそばに住んでたんだから、間違いない。カナダ沿いの美味しいラーメンっていうのはこういうものなんです。なるほど。ちょっと早速じゃあ作ってもらってもいいですか。すみません。じゃあ店長お願いします。はい。ビカスウォッシュウォッシュ。ビカスウォッシュウォッシュ。ウォッシュ&メイキング。このですね、回転させる速度というのが重要なんです。この速度一つで麺の茹で加減が変わっちゃいますから。この速度。そう、この麺を回転させる速度が非常に重要です。はい。この速度が違うと味も変わっちゃいます。なるほど。これ町屋さん流の。そうです。この回転の速度を覚えるだけでも半日かかる。あ、本当ですか。半日かかる。はい。結構かかりますね。じゃあもうマスターされて。マスターさせてもらいました。はい。かき混ぜ半日、スープ一緒ですから。これはなんか麺はなんかこだわりがあるんですか。麺はね、こだわりあります。はい。なんかコシもありますよ。コシもある。はいコシもありますけど、うんコシというよりかは、うん。甘みとか旨みですね、重要なのはやっぱり。あ、麺自体の。これは麺はどことは言えないけど超有名店の麺です。でよくね、自家製とか言ってそういうのに走る人がいいんだけども、ね、突然自分で使って専門家よりうまいものができるわけがない。ヒントだけもらえると。超有名店は何々製麺、バツバツ製麺。あ、バツバツ製麺。バツバツ製麺です。本当ですか。ペケペケ製麺。本当ですか。そういうと山城非国ですよね。あ、ちょめちょめだ。ちょめちょめ製麺。ちょめちょめですよね。山城シェフは。すごい大きな鍋ですね、これが。そうです。この中にここだけの話、家出少女一人ぐらいだったら入っちゃうんですか。だからこの中に何入ってるか言えないですね。本当や言えないんですか。言えないです。豚です。豚。この中に SPF の豚の骨しか入ってない。ああ、そうそう。SPF の豚のもう限られた部位の、そして限られた年齢の骨しか入ってません。なるほど。背脂系なんですか。背脂入ってますよ。背脂も SPF を使ってます。もう豚はすべてもうチャーシューを含めすべて SPF しか使ってないです。なるほど。これはどのくらい煮込んでるものなんですか。これは結局仕上がるまでにはそうですね、3日かかります。あ、3日かかる。いい。うまいですね。経験があるんですか。はい。あります。彼はですね、月の売り上げ1000万円のラーメン屋で働いてたんです。有名店でまた。そうなんですよ。ですけども、そこのラーメン屋は1000万円なんだけど、実は工場で作られたスープを使ってたんですよ。で、ここは工場で作ったものって使ってないので、こっちの方が当然こっちがうまいですね。本当ですか。はい。顔が出るとどこかバレちゃうので。あ、これが背脂。あ、はい。これを。これね、よくね、ちゃっちゃ系って言って振るんですけど、うちは振るというか、すりおろす方式を取ってるんです。その方がこの入った背脂が粒子がね、粗くて美味しいです。そうですか。そうなんですよ。なるほど。それとあと僕んちね、中野区なんで、
実家が。うんですから環七がそばにあったんで、うんラーメンと言ったらこういうのっていう頭があったんですよ。はだからよそのラーメンがもう薄くてまずくてしょうがなかったんです実は。で昔子供の頃から食べてたラーメンが食べたくてそれで始めたっていうのも一つの大きななるほど。昔ながらのメンマがいいんですよ。最近やたらと細長くてドロンとしたメンマを使ったりやたらゴム太いの入れるんだけど、はっきり言ってあれは美味しい、だけども本来のラーメンに入れるものではないあれは、だから本来のラーメンに入ってるメンマを選んだというこだわりであって、うちはねそれだけじゃなくて、いろんなねよそにはない薬味があるから、そうそれが売りというか、ね、決め手なんですよ。オリジナルの薬味がある。オリジナルの薬味。ああ。これ入れたらもう全く今までとは違うものになるので。あ、本当ですか。今までのラーメンの常識を覆す味になります。この骨を折って麺を制するというのはこれがねまさしくラーメンの極意なんです。豚骨ラーメンの極意なんです。この心がわからない店ははっきり言って食っても意味がない、まずいから、なぜならね、でこの店ではそれをまさにやってる。それは食べてもらえればわかる、やっぱりねそれが家畜ですから、それがね動物の研究なんですねやっぱり、なるほど。しっかりと基本を守って常に美味しいラーメンを出しますんで、ぜひ食べてください。私の名前はヨバネビカシです。どういったことをやってらっしゃるんでしょうか。ありとあらゆる輸出入の物品があるんですが、その中でも最も難しいと言われる生きた動植物の輸出入を主に行っています。例えば皆さんが想像しやすいので言ったらカバやキリン、ゾウ、シマウマ、ラクダとかっていう大きい動物、普段皆さんが本当動物園で普通に見てる動物たちを、輸入して動物園さんまで無事に連れていく、収めるっていうことを仕事にしています。どのくらい前からやってらっしゃるんですか。もう20年以上やってますね。日本ではそういったことをやってらっしゃる方って他にもいらっしゃるんですか。昔はありました。古くからやってるところとかがあったんですが、もう今なり手がもういなくて廃業しちゃったりとか、あとは業として成り立たないくて、廃業した、倒産したとかっていうので、おそらく今ない。日本ではうちぐらい、その動物園動物をやってるっていうのは、主にやってるっていうのはうちぐらいしかないかと思います。はい。扱う上で結構難しいこととかなんかあるんですか。たくさんありますね。まず書類、膨大な量の書類を扱います。で、人間であれば本当パスポート一つあれば海外に行くこと、チケットさえ買えば海外に行くっていうことができますが、来ることももちろんできますが、動物の場合はそういうわけにはいかないので、たくさんのその法律、例えば感染症予防法であったりとか、狂犬病予防法であったりとかっていう、日本で定める法律もそうですし、海外でも当然同じようにいろいろな法のくくりがあるので、それらをきちんとクリアさせて、必要な書類を用意して、で初めて日本に輸入できるっていうような状態になるので、だから場合によっては案件によっては本当3年4年かけてやるっていうこともあります。
で動物が予定で入ってこないこともあるってこあります。と。カバかなんかも実際動物園の方にはい回ったんですけど、カバはどちらの国からカバはメキシコからです。カバを入れてくれたってなんか大変なことがなかったりするんですか？そもそも当時で日本がカバを輸入できる国っていうのはなかったんですよ。その日本に輸入できるようにするための手続きをから始めなきゃいけなかったんですね。で国と国のやり取りになるので、日本は例えばレスポンスであったりとか、その書類これが必要ですって言ったら比較的スムーズに用意してくれるんですが、相手方はそうはいかないので、国によっては本当全く動かなかったりとかっていうこともあるんですね。でそのような中で、メキシコ政府が同様にやはり動きが悪かったので、それをもうプッシュするというか、いや動いてくださいよっていうことをもう日々やってましたね。どのくらい時間かかったんですか？というか輸入できるまでに約半年だったんですよ。ただこれってすごく早くて、本来であれば、1年以上はかかるものを、半年でできたっていうのは非常に早いんですが、一般の方からしたら半年もかかってるのっていうふうになるんですけれども。なるほど。はい。次は離れて餌を探していくという動物です。陸上の動物。ほらよかったじゃん。もう口開けててもらって見えよ。日本に入ってきてからは、検疫っていうのが必要になります。で、政府機関の検疫施設の中で15日間、トータルでいうと17日かかるんですが、その17日間、定められた施設で検疫をするんですけれども、その間のお世話っていうのも全部我々でやります。実際何種類ぐらい今まで扱ってこられたんですか？例として種類難しいですね。すごい数をやってます。すごい数。はい。すごい数。小さいもので言ったら食用のエスカルゴを生きた状態で日本に輸入するとか、畜産関係の牛、豚、馬、羊、ヤギもそうですけれども、大きな動物でいうともうカバ、キリン、ゾウ、シマウマ、ラクダ、もうありとあらゆる動物を幅広いんですね。はい、扱っています。今後の展望は何かあるんですか？今その動物園、日本の動物園が直面している、危機というのがありまして、うちの弊社の、テーマとしても掲げている、動物と人間が、人間の夢ある未来を創造する企業っていうふうに、弊社のテーマとして掲げているんですが、日本の動物園今、一般の人には伝わらないんですが危機的状況にあって、それっていうのが、国内では、要は血統の更新ができない、新しい血が外から入ってこないので、例えば、一般的な、先ほどから話題に上がっているカバなんかも、弊社がそのカバを、輸入するまでは、もうある一系統のカバしかいなかったんですね。要はみんな親戚みたいな状態で、そうすると繁殖ができない、であそこにもここにもカバいるじゃんっていうふうに皆さん思うんですが、それを交配することはできないので、子孫を残せないんですよ。でそうなってくると日本国内で、100年後と言わず下手したらもう何十年か後にはカバが見られなくなるんじゃないかとか、それが同じようなことがキリンでも起こってるし、ライオンやシマウマ、そういった動物たちでも起こっています。でその国内の動物園で生きた動物を見ることができるっていう場を、本当未来の子どもたちに残すためにも、我々の仕事っていうのは非常に重要な、立ち位置にあるといいますか、使命感を持ってやっています。日本の動物園で動物が見られなくなるっていうのは非常に寂しいことだと思いますし、将来的に本当100年後とかでカバっていう動物いたみたいだね昔みたいな話にはなってほしくないなと。で子どもたちにもじゃあカバ見たいって言ったらじゃあアフリカまで行かなきゃいけないのか、海外の動物園まで行かなきゃいけないのか、じゃあそれができる過程ってどれぐらいあるんだろうとか、そういうなことまで考えるとやっぱりその今日本で見られるっていうのがすごく貴重な
体験であったりとか、その動物園とか水族館っていうのは貴重な場であるなと、勉強の場であるなと思うので、それを後世に残したいっていうところが強いです。なるほど、わかりました。Hello, this is Burden LTD Pet Relocation Department. How could I help you, sir? I'll send you an email later, and we'd appreciate if you could send us the certificates. You will take a picture of the certificates that microchip implanted is written, as well as the rabies vaccination certificate that you received from your local vet. これ一言で言うとどういったお仕事になるんですか？ペットの海外引っ越しをお手伝いしています。ペットの海外の引っ越しを手伝ってらっしゃると。はい。これどちらの方でやってらっしゃるんですか、この業務は。成田空港に事業所がありまして、そこをメインにですね、成田空港から羽田空港にも足を伸ばして、お手伝いしています。人がですね、海外に引っ越しするときに、いろいろな理由、事情があると思うんですけれども、うちにご相談いただくよく多いケースっていうのが、お仕事のご都合で海外に赴任されると。海外赴任というのは、なかなか大変なことですから、サポートされるですね、ご家族さん、皆さん揃って海外に引っ越しするっていうのが一般的かなと思います。で、その家族の中にですね、ペットっていうのは今の時代当然のように含まれますので、そのペットの部分、海外に連れていくさまざまな、心配事やリスクありますけれども、そういったところを解消して、最終的にですね、ご家族様皆さんで、笑顔でお引っ越しを完了していただけるように、ペットの部分の、手続きをお手伝い、させていただいております。なるほど。ペット引っ越しの需要っていうのは結構あるんですか？多いですね。海外赴任される方っていうのはとても増えていますし、変わった例ですと、日本にですね、観光で来られる海外の方が、日本のペットショップで運命的な出会いをされたということで、自分の国にワンちゃん猫ちゃんを連れて帰りたいと、そういったところをお手伝いすることもあります。あんまりやってらっしゃる人さんあんまりいらっしゃらないですか？いないですね。私自身がこの仕事を頑張ろうって志したのも、日本で国内でやっている会社っていうのがあまりなくて、その一方海外には結構あるんですね。で、実際に困られている方っていうのが日本に多数いましたから、それがお手伝いできればなと思っております。これ具体的にこのペット引っ越しのなんか手続きとか準備はどういったものがあるんですか？ペットを海外に連れていくのに、大きく分類して、一つは相手国の輸入条件を満たすこと。で、この輸入条件というのは何になるかというと、予防接種をちゃんと打っているかということですね。で、動物病院でこれ言ったことは予防接種っていうのは行いますけれども、国によって条件が違いますので、さまざまな国でですね、条件を網羅してますからご案内します。で、予防接種などの準備のほかに、実際の輸送ですね、どうやってペットをこの島国である日本から移動させるのか、主には飛行機ですけれども、飛行機に乗せるのにも、ペットが安全に空の上で過ごせるように、あと向こうに到着してですね、入国できないとなってしまったら大変ですから、ここについては予防接種の話も絡んできますけれども、事前の予防接種の準備と当日の移動と、この2つを組み合わせて両方がですね、円滑に済むように、お手伝いしています。ペット引っ越しの中リスクとか、その辺リスクの管理とか、その辺はどうされてるんですか？まずペットの引っ越し、やはりリスクがあります。飛行中ですね、輸送の手段っていうのはいくつか種類があるのですが、特に大型犬などですね、どうしても貨物での輸送になって、飛行機の中で貨物で輸送ってなると、飛行中キャビンアテンダントも含めてどうしても人の目が届かないんですね。人の目が届かない時間というのが数時間にわたって、場合によっては数日にわたってありますから、そこをどう乗り越えてもらうのかペットに、
それっていうのは事前の備えっていうのが様々必要です。俗にそのお仕事やっていく上でのやりがいとか充実感ってどんな時にあるんですか？そうですね、まず、お引越しが終わってですね、多くのご家族様、飼い主様からありがとうと、本当に助かった、お声掛けいただきます。でその時がもう何よりも嬉しいですね。はい。主に動物の種類はどういった動物が多いんですか？やっぱりペットとして飼われている動物たちなんですけど、普通の動物病院と違って、たくさんの種類の動物、断ることがなくいろんな動物種を見てるので、犬や猫に限らず本当に爬虫類とか怠け者を飼ってる人が中にもいたりして、そういうのとかも見てます。あとはワラビとかエミュー動物園にいるような動物たちも結構見てるのと、本当に中にはペットとしてそういうのを飼ってる方もいらっしゃるので、そういったのもこちらで治療されて、お客さんはどういった方がどの辺の地域の方が多いんですか？やっぱりメインはこの近隣の方々が多いです。特殊な動物の場合は何時間もかけてとか、中には飛行機に乗せて動物だけが送られてくるっていうのもあるので、北海道や沖縄の患者さんもいらっしゃいます。北海道からはカンガルーが送られてきました。カンガルーですね。沖縄のお客さんは猫なんですけど、猫の中でも特殊な病気で、その病気の治療のために千葉まで送ってくれた。カンガルーが怠け者をやるような病院ってのはあんまないんですか？ないでしょうね。犬猫以外、いわゆるエキゾチックアニマルを見るとは言っても、インコだったり、ハリネズミ、ヘビとかトカゲ、ペットとしてある程度の数飼われている動物に限るかなと思います。ちなみに動物園の動物もやってらっしゃるんですか？そうですね、このバーデンという会社が動物園に動物を卸したりをしているので、そういう動物たちを見ながら、そこで培ったノウハウだったりデータをもとにいろんな動物見てますね。海外にやっぱりそのカンガルーとか怠け者をやるような病院があったりはするんですか？そうですね、去年とかオーストラリアまで行ってそういうやっぱりカンガルーとかを勉強しに行ったりもしたんですけど、あとはタイに行ってゾウの動物病院行ってゾウの勉強したり、そういろいろ増やしてるんですね。そうですね、勉強をゾウの以外はまだ来てないですけど、強みとしてはやっぱりどういった点が強みになりますかね？そういう特殊な動物たちを見るっていうのも一つの強みではあるんですけど、スタッフ全員がまだ若くて熱意があって、本当に犬や猫に対しても真剣に向き合ってるので、本当にそういう優しさ愛情を持って向き合えるスタッフが揃ってるっていうのも一つの強みです。今後は展望はどんな展望があるんでしょうか？まず近いうちに成田に分院を作ります。で、成田空港も近いので、そういう検疫中の動物たちの診療を行いながら、成田人もここのよりも飼われている方多いので、ペットの診療も続けていきたいですね。今どのような活動を主にされてるんですか？やっぱりこの動物と人間が仲良くできる方法っていうのはね、それをね今模索検討中でありながらも、世間に広めていきたいと、その方法ですよね。ですからその人間と動物が仲良くするための方法を研究開発して、それを世間に広めるという、そこがやっぱり課題だと思います。なるほど。どれくらいですか、達成具合としては？まだまだ。いや、達成度合いとしてはもう 1% ですよね。達成度合いとしては。ですけども方向性としては 90% 以上、方向性は定まりました。その方向性というのは具体的にどういう形なんですか？いや、やっぱりこの動物に対して正しい知識を持ってもらうというよりかは、動物にもっと目を向けてもらうと、あと
それはそれはどういうことかというと、動物をあまりにも擬人化して考える人が多いので、動物っていうのはこういうものなんだと、要するに動物そのものが環境なんだっていうことをですね、改めて、理解していただきたいと。今後5年後10年後はどういった時に達成したいなってあるんですか、未来像としては。そうですね、僕と同じようなことを考える人が、僕と同じようなことを考えて実行する人が100人になることです。100人。はい。5年後10年後、そんなもんでしょう。要するに生物そのものが環境だっていうことに気づいてもらわないと、それっていうのはいつまでたってもね、その先はいかないんですよ。動物を愛護すると言ったらば、それがかわいそうだとか、それじゃいけないんだとか、あそこはおかしいとか、そうじゃなくて、動物を可愛がるということは環境を可愛がるということです。この一個体がかわいそうかどうかっていうのは、それは個人的な心情であって、本当の愛護にはなってないってことですよ。それはどういうことかというと、例えばなしでクマがかわいそうだと、だから助けてやりたいとか、といってもその個体だけの問題なんです。ですからそのクマには親もいるでしょうし、おじいさんやおばあさんもいるでしょうし、場合によってはそのクマに子供たちっていうわけですよ。そういったクマたちはじゃあ他はいいのかっていうことなんですよ。でそのクマたちを守るということは環境を守るということであって、そこに気づいてもらいたい。あと今やってることっていうのはね、人間が野生を保存するとか、野生を、保護するといって、結局やってるのっていうのはイメージなんです。要するに森がこんなに増えたとか、緑がこうなったとか、ああ綺麗って言ってるだけで、要するにそれは簡単に言うとゴルフ場を見て緑がいっぱいだと思ってると一緒なんですね。なるほど。ゴルフ場っていうのは簡単に言うと環境破壊ですから、簡単に言えばね、僕はあれね、娯楽として必要なものなので、あれがいけないと言ってるわけではないんですが、でもやっぱりね、簡単に言えばあれはね、環境破壊なんですよ。要するに道路や建物を建ててるのと一緒なんですね、山を切り開いて。要するにそれが環境保護になっちゃってるんですよ、簡単に言うと。要するにイメージで環境を保全してるから。そうじゃなくて、環境を本当に保全しようと思ったらば、緑が増えて、虫が増えて、それを食べる小動物が増えて、そして緑も茂っているわけですから、そういうものを食べる鹿やイノシシが増えて、で最終的にクマが増えると。こういう順番で徐々に何が増えてクマ、何が増えてクマとなれば、最終的にはどれが増えますよって段階で分かっていくわけですよ。ピラミッドの頂点に行けば行くほど最後に増えるわけですよ。初めにそれが増えちゃったらね、裾野がないわけですから崩れちゃいますので、ですから裾野から増えたら最終的にクマが増える決まってるんですよ。で今は問題になってるのがクマが増えたってどうしようと。そんなこと言ったって自分たちで環境を保全したのがうまくいってるからクマが増えて達成したと言って喜ぶべきことなんですね、それ。ですけどクマは増えちゃダメだと、危ないからダメだと。そんなこと言ったってね、環境を保全してるのにクマは増えちゃダメだって言ったら、それは環境を保全したことにならないんですね。クマまで含めて環境ですから、要するにそういうことなんですよ。ですからそれが本当の動物愛護なんですよ。動物にまつわることは大体やってます。で、町田はまず動物のプロフェッショナル、そしてほぼ日本一であろう須田が、動物園動物の輸出入では日本一、で山川はさまざまな動物を扱えるっていう獣医としてはほぼもう日本一でしょうね。で島田は、ペットを、お客様のペットを輸出入する、しかもそれが世界中を網羅しているっていう意味では、多分他に類を見ない部署だと思いますね。世界何カ国と取引されてるんですか？ほぼ全部ですね。例えば今この間でしたらロシア、ウクライナはもちろんやってますし、ポルトガルとかもやりますし、南米、アルゼンチン、チリもやりますし、あと紛争が起こって慌てて帰ってくるとか、そういう時なんかはよく外務省からも連絡来ます。日本と国交のない国の取引もあるんですか？もあります。そういう時もやっぱり第三国の力を借りながら、ペットちゃんの場合は他の国に移動させて、日本と国交があるところに移動させて
期待します。はいはい。あまり効率性とかっていうのはあまり追求できなかったりするものなんですか？そうですね。生き物を相手ということはその時の状況とその時の体調、環境が全てなので、2度手間3度手間になってもこうしなければならないっていう時はそうしなきゃならないので、なかなか効率化っていう意味ではなかなか難しいところは確かにあるかもしれないですね。うちなんかは比較的効率化は図られてる方ではあると思うんですが、ただやっぱり家畜を扱うのと野生動物を扱うのって全然違って、やっぱり野生動物だとその時その時の臨機応変な対応、あと動物の気持ちや体調を見抜く力っていうことが重要になるかな。初めからもうある程度貿易関係はやってましたね。それでですね、まあそうこうしてるうちに動物が好きな人たちが、集まって、それぞれ意義がある、動物に関する意義があるってことを、深めていってるっていう流れですね。だからなんかみんな面白いのが儲かることをやらないんですね。好きなことをやってます。今後の展望というのはどんな感じで考えてらっしゃるんですか？まあ本当才能ある方たちが、集まっていて、みんなそれぞれ、この分野っていうものを持ってやってるので、このままでも地球のため、人のため、動物のために、うちの会社でやれてることが、役に立つのであれば、とことん突き詰めていくっていうだけですかね。結果スタッフが増えました、エリアが増えました、っていうのことになってるのかもしれないですけど、今やってることをとことんみんな楽しくやっていくっていうのがいいことなのかなと思いますけどね。